東京町探検です。須崎の歴史を歩き、最後に出会う謎の線路群。水路に隔離された須崎遊郭。その区画は吉原遊郭と全く同じです。今も町に残る奇妙な高低差。そこには渋沢栄一が関わった広大な養魚場との境界線が隠されていました。今回は今も町に刻まれた境界線の記憶をたどります。スタートは前回の続きで、地下鉄東西線木場駅の近くにある須崎神社です。ここには玉の輿の語源に由来する玉の輿玉ちゃんや、江戸時代の高潮被害を伝える波よけの碑があります。神社を出て玉垣に沿って東へ向かいます。まもなく弁天橋を渡ります。数多くのリベットが架けられた時代を物語ります。この橋は関東大震災の後の復興計画に基づいて架けられた震災復興橋梁です。江戸時代はこの右手は海岸でした。ではかつて海だったところへ行ってみましょう。この辺りが波打ち際だったはず。そして曲がった先はもう海の中でした。明治になって右手一帯は埋め立てられました。しかしこの緑道の部分は埋め立てられず、水路として残されました。つまり右手の埋め立て地はこの水路によって旧来の土地から切り離されていたのです。それはなぜなのでしょうか。では埋め立て地を見に行きましょう。この水路は須崎川と呼ばれていましたが、昭和の終わり頃に埋められ、さらに盛り土をしたようです。埋め立て地へは階段を下ります。ここが明治時代の埋め立て地。今はごく普通の住宅地です。しかしもともとはある特別な場所でした。須崎川の緑道をさらに進みます。すると広場のようなところに出ます。もちろんここも川の跡地です。そして今トラックが走っているところに橋がかかっていました。ここにあった橋、須崎橋の銘板が保存されています。こちらが内陸側。そして橋を渡った先の埋め立て地は遊郭でした。東京で吉原と並びにぎわった須崎遊郭がありました。道路は一旦下り、奥の方でまた登っています。この低い部分が遊郭の跡地です。遊郭の入り口であったこの場所には、戦前は鉄製の大門が立ち、戦後の赤戦時代は須崎パラダイスと書かれたネオンのついたアーチがあったそうです。遊郭の跡地に入ってきました。ご覧のように新しいマンションが立ち並び、かつての名残はほとんど見られません。そこで地形図で遊郭時代の様子を見てみましょう。明治42年に測量した地形図です。中央に見える四角い部分が須崎遊郭です。北の外れには須崎川が流れています。さらに東側と西側にも水路があり、南は海ですので四方を水に囲まれています。ここに須崎橋があります。水路の内側にはケバケバが描かれています。これは土手を表しています。その主な目的は水害防止でしょうが、外からの視線を遮るとか、遊女の逃亡防止といった目的もあったのではないでしょうか。
では、遊郭の中の区画割はどうなっていたのでしょうか。大門を入り、正面に広い道、そして3本の広い道が直行しています。実はこの区画、吉原と全く同じなのです。これは江戸時代の吉原です。大門から入り、正面に広い道、そして3本の広い道が直行しています。全く同じです。この区画割は現在も残っています。ご覧のようにほとんど変わっていません。遊郭跡の東の外れにやってきました。正面の壁までが遊郭跡です。そしてその奥の大きなビルが建っている土地とはかなりの高低差があります。この高低差はどうしてできたのでしょうか。遊郭跡はここ、そして奥の土地は養魚場でした。かの渋沢栄一が設立に関わった須崎養魚場で、すっぽんやうなぎの養殖をしていたそうです。養魚池は昭和になって埋め立てられましたが、時代が新しいため水害に備えて高く盛り土することができました。そのため新旧の埋め立て地の間に高低差が生じました。遊郭があったことを今に伝えるものがこの公園の一角にあります。ここで亡くなった遊女たちの供養碑です。昭和6年に信州善光寺の尼寺である大本願のご上人を招いて追善供養を執り行った時に建てたものと書かれています。白菊の花に暇なくおくつゆは亡き人忍ぶ涙なりけり、大宮智英上人の歌が刻まれています。この遊郭は元は文京区の根津神社のそばにありました。近くに東京帝国大学、現在の東京大学が建てられることになり、風紀上好ましくないとしてこの場所を埋め立て移転してきました。ここが遊郭跡の南の外れです。明治の頃は土手の堤防が築かれていましたが、現在はコンクリート製です。この先は長い間海でした。前に見える土地が埋め立てられたのは戦後のことです。運河の水位、水の高さを覚えておいてください。振り返って見える遊郭跡の土地の高さと比べてみてください。ほぼ同じか、こちらの土地の方が低く見えませんか？前に見える青い橋、南海橋で塩浜運河を越えます。堤防を越えて一旦遊郭跡へ戻り、南海橋へ向かいます。この道は大門から続く大門通りです。渡っているのは塩浜運河。左手が遊郭跡です。南海橋の南詰にインパクトのある彫刻が展示されています。ペルソナショーという作品のようです。地下鉄東西線の車庫、深川検車区に突き当たります。検車区に沿って右に回り込むと、やがて大きな歩道橋が見えてきます。潮風橋です。左を行くと螺旋状のスロープです。右は近道の階段。どちらを登っても同じところに行けます。歩道橋にしてはかなりしっかりした作りです。
何をまたいでいる橋かというと、線路をまたぐ橋です。足元の複線は JR の京葉線。それとは別に左奥に広い土地があり、そこからも線路が手前に伸びています。単線の上、空中に電線もないこの謎の線路を次回はたどっていきます。今回の地図を見ながら動画では触れなかったこぼれ話をします。須崎遊郭があったのは青い四角の範囲です。北の端に大門跡があり、南北に大門通りが貫いています。この大門通りをさらに北へ進んでいくと、ある意外な場所に続いています。縮尺を小さくしました。今回歩いたのは地図の南の外れです。大門の後から北へ進みます。ここに大門通りと書いてあります。現在でもその名前が使われているようです。錦糸町駅の西側で総武線をくぐります。スカイツリーの近くで道なりに曲がります。ここからはこととい通りと重複しています。隅田川をこととい橋で渡り、ここで初めて右斜め前へ曲がります。山谷堀跡に出たら、斜め左へ曲がると、土手通りにつながり、吉原大門の前に出ます。吉原はこの青い四角の範囲です。大門通りは須崎と吉原の2つの遊郭を結ぶ道で、別名親不孝通りと呼ばれたそうです。こぼれ話の2つ目は魚の養殖についてです。遊郭の東隣は養魚場でした。もともとこの辺りでは江戸時代から金魚や川魚の養殖が盛んでした。特に金魚は江戸時代後期に一大ブームが起こり、金魚売りの行商や金魚すくいは夏の訪れを告げる江戸の風物詩でした。明治以降、金魚養殖の中心は隣の江戸川区内に移りました。現在は随分少なくなりましたが、それでも江戸川区や葛飾区では金魚の養殖が続いています。今回の動画はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は潮風橋から謎の線路をたどっていきます。次の動画もぜひご覧ください。